モ活時間の記録 Vlog。今回は SD ガンダムチービー戦士ナンバー1ガンファイヤージュニアを作ります。1992年に発売されたキット。まずは素組みでの組み立て、そして下地塗装です。低価格路線でシリーズ化された BB 戦士の弟分的キットです。キットの開封から、当時定価300円の色分けは基本2色のシンプルな構成のキット。パーツの封入は1袋でした。パーツは赤白の成形カラー。胴体の基板となる CB フレームがついていました。説明書は4ページ構成。腕、足も2パーツずつ。ガンブレイダーからガンファイヤーという武装もコンパクトながらできていて、要素は十分にギュッと詰め込んだ印象のパーツ構成でした。各パーツを説明書に沿って組み立てていきます。まずは足を作ります。左右の足をそれぞれ2パーツを組み合わせてできました。パーツの接着やシール貼り付けの補強にはミスターセメント流し込みタイプ、プラモデル用の接着剤を使っています。接着剤はミスターホビーのこれか、もしくはタミヤセメントか、いずれかを使ってプラモデル製作は進めています。腕のパーツを作ります。本体は基本的に白一色のパーツで構成されていました。BB 戦士から派生した新企画であるチービー戦士シリーズの一体です。簡易フレーム構造は後の G ジェネレーションシリーズに転用されました。CB フレームを挟み込み胴体パーツを作ります。胸部、腰部は一体となった胴体です。今回はパーツカットは説明書に沿ってすべてクレオスの片刃ニッパーでカットをして準備をしていきました。頭部のパーツです。前後のパーツをジョイントします。このタイミングで目のシールだけは貼り付けてしまいます。ピンセットで取って丁寧に。90年代に発売という古い SD キットながら初期 BB 戦士と比べクオリティをアップしていて、造形自体は優れている出来栄えです。アンテナを取り付けます。ファイヤーバイザーを頭部の後ろに取り付けておきます。ここまでがガンブレイダー本体のパーツ構成です。バックパックを組み立てます。左右にフリーザーガンのパーツを取り付けます。こちらはガンファイヤー形態で肩アーマーとなるパーツです。左右両方組み立てます。武器はスプレーバルカンが付属。そしてバックパックや腕部、ショルダーの一部としてフリーザーガンやショルダーキャノン、スプレーバルカンがついています。ガンブレイダー本体を組み立てます。右左と順に脚部を取り付けます。左右と順に腕部を取り付けます。右手にスプレーバルカンを持たせました。頭部を本体に接続しました。フロントビューからリアビュー。頭部にファイヤーバイザーを取り付けました。ガンブレイダーをガンファイヤーに換装していきます。右左と肩アーマーをジョイントしました。ボディのアーマーを取り付けました。武装パーツでレスキュースピナーというメカ形態を作ることもできます。脚部に装甲を取り付けました。左手の後ろからスプレーバルカンを取り付けです。フロントビューからリアビューです。こちらが武装パーツで作れるレスキュースピナーです。素組みで作ったパーツは一旦分解して塗装下地をつけるべくミスタースーパークリア艶消しを塗布してマットな塗膜を作っておきます。ここからは下地塗装をダイジェストで見ていきます。ここではガンブレイダーのパーツ、ガンファイヤーの武装パーツの順にベースペイントです。使用しているのはパレホのモデルカラーホワイトグレーです。少しグレー味を帯びた白です。その分隠蔽力が強い。ベース作りの塗料として重宝しています。この後の色分けが色のり良くなるのと、
塗装箇所の目印にもなるので、一手間ですが、この下地塗装は欠かせません。パレホは世界水準で最高級の水溶性アクリルカラーと言われ、筆塗りによる塗装が滑らかに、筆ムラも出にくく、広い範囲に塗装ができます。モデルカラーはパレホの筆塗りのスタンダードです。色数も多彩で様々なジャンルの模型、プラモデル、フィギュア塗装に応用できます。水溶性で無臭、速乾、均一で色ムラが出にくい、マットな仕上がり。これらが何といってもパレホの魅力です。使用した筆は面相筆1本です。下地塗装で今回のパートに要したのは約30分でした。サイズが小さい分、色分けは BB 戦士以上に簡略化されていて、シールも少なめ。そのため塗装して仕上げると非常に見栄えが良くなる反面、細かい塗り分けには根気が必要なシリーズとしても知られています。ガンファイヤージュニアは1992年発売の SD ガンダム GB 戦士ナンバー1として登場した GB 戦士シリーズ第1弾のキットです。モチーフは SD コマンド戦機2ガンダムフォースに登場するガンファイヤー、キャプテンアレックスで、ベース機体はガンダム NT1 アレックスです。シリーズ共通となる CB フレームやランナーロック方式を初めて採用した記念すべきキットでもあります。ガンファイヤーは全領域機動救助隊ファイヤーフォース隊長として活躍するレスキュー戦士です。普段は重装備のガンファイヤー形態で災害現場に出動し、必要に応じてアーマーをバージして軽装のガンブレーダー形態へと変身します。これまでの制作記録からバーニングナイト F91 ジュニアは1992年発売の SD ガンダム GB 戦士ナンバー2として登場したキットです。SD ガンダム外伝正規兵物語をモチーフにしたキャラクターで F91 をナイト風にアレンジしたデザイン。ナンバー11は青竜騎士ゼロガンダムジュニアでした。新 SD ガンダム外伝ナイトガンダム物語4青竜の王者に登場する竜の一族出身の若者スータの試練を乗り越えその最終形態となった時のものです。ということで今回は SD ガンダム CB 戦士ナンバー1ガンファイヤージュニア、まずは素組みで一旦作りパーツの下地塗装までやりました。次回からパーツを色分けペイントしていきます。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。